実際の詐欺手口を公開。典型的なオレオレ詐欺で90万円騙された家族の話。おはようございます。こんにちは、こんばんは。リアの日本語ポッドキャストへようこそ。東京生まれ東京育ちの私が標準語でお届けします。前回 YouTube に詐欺電話に騙されたふりして会話を続けた録音音声をアップしました。今回は実際本当に家族が詐欺被害に遭ってしまったことを話しておきたいと思って動画を撮ってます。つまり今回は騙されたふりじゃなくって本当に騙されてしまった話です。何年か前の話なんで今は手口がかなり変わってきてるかもしれないですが、似たような被害を防ぐという意味でも共有していきたいと思います。では早速本題に行きますね。詐欺に遭ったのは父親なんですが、まず詐欺の種類はオレオレ詐欺です。オレオレ詐欺っていうのは主に高齢者を狙った特殊詐欺の一種で、電話で例えば息子を装ってお金を騙し取る詐欺のことです。詐欺の犯人は俺だけどとかオレオレって感じで息子を装って電話をかけて、事故や借金その他トラブルを理由にしてお金を騙し取ります。で、うちの父親は詐欺にあってまんまと実際に90万振り込んでしまったんです。実際の手口はこうで、とある年の間もなく年末を迎えるっていう1週間ぐらい前に息子と名乗る詐欺師から連絡がありました。その息子を名乗る詐欺師によると、携帯電話の番号を変えたから登録している番号を変えてとのこと。もちろん本当の息子ではないので声が違うはずですが、父親は全く気がつかず詐欺師に言われるがまま登録してた携帯電話の番号を変えてしまいました。そして1週間後ぐらいのいよいよ年末っていう時にまた息子と名乗るその詐欺師から連絡がありました。携帯電話の番号表示は登録した番号を変えたので息子の名前に変わっていました。で、その時は電話で泣きながら、実は女性問題があって女性に怪我をさせてしまった、示談金が必要になったけれど手元にお金がないから90万貸してくれと頼まれたそうです。本当の息子であれば私の弟にあたりますが、弟は結婚してます。なので女性問題ってなると不倫になるわけですが、弟が結婚しているかどうか、詐欺師はあらかじめ知っていたかどうか分かりません。ただ詐欺をしようとしているその電話の中で、例えば父親が奥さんはどうすんだなどと言えば容易に話を合わせることはできますよね。そうやって少しずつ電話の中からも情報を得て、詐欺師側が情報把握もしていけるわけです。ちなみに当時オレオレ詐欺ってテレビでもよく特集されてたので、他の家族が電話に出れば状況は変わってきて騙されなかったと思います。けれど不幸にも実際には父親が完全に騙されて支払ってしまいました。ということで、騙されて被害に遭った一番のこちら側の要因は、父親が正直騙されやすいことでした。父親は自分は騙されないって考えて普段から対策などを全く取らない、詐欺に引っかかりやすい典型的な人間でありました。実際騙された後もきちんと振り返りや検証もせず、詐欺に騙されたことを認めたくないみたいで、実際本人は未だになぜか認めてないです。次に被害に遭ったこちら側の要因としては、その時ちょうど母が入院してまして、ちゃんとした相談もせずに騙されて振り込んだということにあります。さらに振り込み詐欺だっていうのが発覚したのもしばらく日にちが経ってからで、振り込みの取り消しもできなかったっていうような状況でした。その時はゆうちょ銀行から振り込んだそうなんですが、2025年2月2日現在での情報だと ATM での引き出し限度額は
特に届けがない限り1日あたり50万円。ATM での口座からの送金は変更していない場合、1日あたりこちらも50万円。最後に ATM の年末年始の営業は2024年だと日曜休日に ATM が利用できるサービスがあって、それを使えば利用できたというようになってました。詐欺に遭った当時の状況は今は確認できませんけど、とにかく ATM だと年末は利用できるところが限られていて、さらに引き出し限度額とか振込限度額の制約があります。そうした制約の中で息子と名乗る詐欺師のためにどうにか早くお金を振り込もうとゆうちょ銀行の窓口を探して奔走したようです。そして年末の振り込みに間に合ってしまって90万を失いました。悪いことはそれだけで終わらないのが特殊詐欺被害です。っていうのは、一度特殊詐欺に騙されると闇名簿でその騙されたっていう事実と一緒に個人情報が出回ってしまうようで、別の詐欺電話がかかってくることが多くなりました。その一つが先日 YouTube に実際の録音音声をアップした詐欺電話です。興味のある方でまだチェックしていない方はぜひ動画チェックしてみてください。実際どういう電話がかかってくるのかとか、詐欺手口を知れば騙されないように心の準備ができると思います。それから騙されないように何か普段起きないような大変な事態にあった場合は、お金にまつわることは特にすぐに行動しない、すぐに振り込んだりしないことが大事だと思いました。これまでの人生で急に、それも1日や2日で100万とかまとまったお金が必要になったっていうことってほとんどの人がないと思います。緊急事態って煽られてもそこはおかしいので、すぐに行動に移さないことが大事です。それから判断能力のある家族などに相談すること。一人の目じゃなくって2人3人以上の目で見れば、おかしいものはおかしいって判断できる確率が上がってきます。あとはこれはもともと話を聞いてるうちに疑うことができたらっていう話ですが、電話では余計なことを話さないことですね。余計なことを話したら、その時騙されなかったとしても闇名簿の情報がアップデートされてしまう可能性があるんで。詐欺被害っていうのはいくつかの要因が重なって最終的に騙される騙されないっていう結果が出ていくんだと思いますけど、正直騙されなかったとしても本当に嫌な思いをしますよね。ちなみに今は振込詐欺被害の救済措置っていうのが一つあります。それは振込詐欺救済法っていう法律で2008年の6月21日に施行されたものなんですけれども、振込詐欺とかの被害によって預貯金口座に振り込まれたまま残されている資金、これが被害金っていうんですけれども、この返還手続きを定めたものです。ゆうちょ銀行もこの法律に基づいて預金保険機構っていうところと連携して被害者に被害回復分配金というものを支払ってます。ただこれを逆に悪用した詐欺罪も発生しているみたいです。つまり振込詐欺救済法に基づいた被害者への返金制度を装った詐欺行為まであるそうです。この返金制度っていうのは預金保険機構っていうところと金融機関が行う被害回復分配金の支払い手続きというもののみということなんで、気をつけないといけないですね。特に一回騙された人は正直騙されやすいとは思うので、本当に気をつけないとです。ちなみにこういう詐欺被害って世界中で起こってるって言われてますけど、
皆さんの国や地域ではどんな詐欺被害が多いですか？皆さんはどんな対策をしていますか？ぜひコメントでシェアしていただけたら嬉しいです。はい。ではではリアの日本語ポッドキャスト。今回はこの辺で。最後まで聞いてくれてありがとうございます。また次のポッドキャストでお会いしましょう。またね。バイバイ。